はい、хорошоでしょうか。今野栗木ってところに来てますけども、北サハリンの入り口みたいなところですけど、ここにはやっぱり二部付属のこの今僕が立ってる家もそうだけど、二部の人たちのやっぱりこういっぱいたくさんの少数民族がいる場所の一つでもあるので、やっぱその人たちには前回夏の時にその人たちの暮らしぶりだとか拝見しましたけど、今回このカメラで撮りに来た一番の理由はポートレートかもしれないです。一番最初にね、樺太に行こうって言った時に宮沢賢治が銀河鉄道の夜を初めて着想したとこだっていうので行ってみたかったのと、あとはもう一つは少数民族、二部付属と言われている少数民族の人たち、日本人にとても顔の似てる少数民族の人たちに会ってみたいなというのと、間宮海峡に行ってみたいっていう3つの出来事があったんですけど、その中でも本当は僕は一番最初から北サハリンに行きたかった。なんかそれは全部のテーマがつながってるのが根源にあるのが北サハリンにあるような気がして、そういうところに行くことによってね、なんかまた見えるものもあるんじゃないかな。今回で樺太来たの3回目なんですけど、いやでも来てみて本当良かった。こんなに似てる人たちがいるとは思わなかった。私のお母さんにとても似てます。よし。じゃあお願いします。力抜きましょうか。おー、ナイスフェイス、スパシバ。プロファイル。カメラ見て、これのレンズね。はい、いきますよ。せーの。もう一枚いくよ。はい、せーの。いい写真だな、これ。なんかいいね。なんかいいんじゃない。もうちょっと。これやっぱ光綺麗だな、ここ。ライクモデルね。これすごいよ、これ。この糸とか。で今日全身取れないじゃないですか。だから普通は全身取るこのぐらいで、バストアップ行く時大体このぐらいなんですよ。今日はなんか手応えがあるんですよ。撮れたという。今回持ってきたカメラ GFX ってカメラ持ってきましたけど、中盤カメラみたいな形でポートレートをしっかり撮ったので、その分だけポートレートに関しては前回よりも確実にしっかり撮れたっていう印象が、あと出来上がってどういうふうになってるかちょっと楽しみですけど、撮れたっていう感じはありますね。なんか
группа начальных классов ансамбля «Радуга». で今日今ここで展示会やってますけど、この建物なんかも外から見るとすごい綺麗なピラーがあったりとか、どうやらここはもともとあったニブフの人たちとロシアが混ざってた非常にモダンな感じが、今日もチェーホフ通りっていう通りにある家なんかも造形が美しいっていうか、100年前のに稼働してた石油の採掘場なんか跡地を見に行ったりして、木の組み方見ててもかなり技術も高いというか几帳面な、木造のすごく美しいやっぱりこう建物だったし、電車とかきっと賢治が乗った時代の電車ってああいうんだったんじゃないのかなと思って、汽車あれだったら銀河鉄道の夜思い浮かべるよね。なんか全部がすごくモダンで知的で、しかも温かいイメージがあって、僕はすごく好きな街ですね。はい、よかった。В этом году вообще практически не ездил. Просто...よりこっちの人たちの生活みたいなところに近づけたところで写真が撮れてる感じはすごくしますけどね。やっぱり日常的な延長線上にあるものの中から自分に関係があるものを撮っていきたいというふうに思ってるんですね。なんかね、本当のことっていうのを知りたいんですよね。なんか元っていうか、本当はどうだったんだろうとか、最初はどうだったんだろうとか、自分にとってどう関係があるんだろうみたいなことを知りたかったりするので、そのために写真を撮ってると言っても過言じゃないかもしれないですけどね。今ここサハリンの最北端までついに来ましたけど、しかも真冬の寒い時期に。この間まではここ地元の人たちも来れないところっていうか、冬は入れないって言われてて、残念だけど半分諦めてたんですけど、運転手さんが来て行ってみたら除雪されて道ができてて、こんなとこまで来れちゃったんですよ。目の前に見えるものは全て凍ってるんですけど、実は全部海で、海の氷がずっと流れて流氷になって日本までたどり着いてるわけですけど、その原点、源が見れるとは思ってもいなかったから、見たいなとは思ってたんだけど、ずっと着いた時から流氷の源の海って言い続けてたし、でなんかそういうこう偶然が本当に必然に変わった瞬間だなと思いました。写真はやっぱり偶然を必然に変えていく仕事じゃないかなってずっと思ってますけど、まさにそう感じた瞬間、これ写真やってなかったらここ多分来ないよこれきっと。ってことは知ることもできないわけでしょ。知ることができて本当に良かったなって。だから来年から見る流氷は僕にとってもっと特別なものになるだろうし、僕らの日常生活の延長線上にやっぱりあるわけだから、それを見た時にどういうふうに見えるのかなっていうことがとても楽しみです。同じ流氷の写真でもこの景色を見た後と見た前と後では全然違うような気がして写ってると思いますよきっと。今回ももう本当に大きな収穫の一つのような気がします。寒いけどねものすごく寒いけど、その寒さを超えるぐらいのなんかこう
喜びっていうかこう確信みたいなものがありますね。なんか